生活水準が向上し、医療が充実した現在では、90歳や100歳の人が家族にいることは目新しいことではありません。しかし、90歳になっても体力があり、ステージを歩いて人々を驚かせることができるモデルを見たことがあるだろうか。今日、アメリカのスーパーモデルカルメン・デロリフィチェの波乱万丈の人生を紹介いたします。これは彼女の82歳の写真です。綺麗ですね。1931年、ニューヨーク生まれ、カルメン・デロリフィチェ今は91歳にして、177センチメートルの身長を誇り、今も、なお、年齢は凍りついた女神のようにファッション業界の最高齢の現役のスーパーモデルである。現在もファッション界のキャットウォークで活躍している。彼女はシルバーの髪、橋髪色の瞳、高くて肩の良い頬骨が特徴です。メディアからは少女の体と評され、85歳にしても若い男性とのセクシーなポートレートを撮影して全く違和感がない。カルメンの父親はイタリア人のバイオリニスト、母親はハンガリー人のダンサーである。貧しい移民の親たちだった。母親は当初カルメンにバレエを習わせるという夢を持ち続けていたが、彼女が病気のため断念せざるを得なかった。父親はいわゆる芸術の夢を追いかけるために早く家を出てしまい、母と娘だけが残された。二人は貧しい生活を送っていた。幼い頃、孤児院に預けられることもあった。湿気が多く、朽ちかけた木造の家に長く住んでいたため、カルメンは12歳で不失を患い、身長が伸びるとともにジャンプするたびに、膝がひどく痛むようになった。バレエの夢は14歳で打ち砕かれ、路上でコーラの瓶のキャップを集めて売らなければならなくなった。幼い頃から両親の愛情を受けられず、トラブルに見舞われると自分を頼りにしなければならなかった。だからこそ、カルメンは将来的に困難に出会っても、人のせいにするのではなく、解決策を考えたのだ。1945年、ニューヨークのダンス教室で学んでいたカルメンは、バザーのカメラマンと出会う。彼は雑誌のためにカルメンの写真を撮ったが、雑誌はカルメンの母親に、あなたの娘は礼儀正しい女性ですが、残念ながら撮影にはふさわしくありませんと返事を書いた。しかし、カルメンの名付け親は、当時防具師で働いていた友人を見つけ、2週間後、14歳のカルメンは、防具師の伝説的編集者、ダイアナ・ブリーランドに会う機会を得たのです。彼女は、私の髪を手でかき分けながら、あと1インチ首が伸びたら、パリに送ってあげると言った。カルメンはそのことを回想します。こうして彼女は、モデルとしてのキャリアをスタートさせた。そして、ドイツの有名な写真家ホルスト・P. ホルストの写真が、1946年のボーグの表紙を飾ったのである。それは15歳のカルメンが、一流ファッション誌の表紙を飾るのは、今回が初めてです。彼女はモデルで稼いだお金で、母親の家賃を払った。カルメンの首が、もう1インチ伸びることはなかったが、彼女はヨーロッパに行くことができた。そこで巨匠サルバドール・ダリのモデルとして時給$12で働くことになった。未成年のカルメンは週$60を稼ぎ、母親のために家賃を支払っていた。母親の家賃滞納分を支払い、貧困から抜け出し、私立の学校にも自分でお金を出して通っていただけでなく、家を離れた父親をこっそり養うこともした。1947年、16歳のカルメンは、シルバーマガジンの10月号に掲載され、スラム街から芽吹いた野原が一世にして、ニューヨークで誕生したのである。シャネルニューメロ3区の香水の広告でも、彼女の姿がポスターに出た。当時は、美しいの代名詞のような存在だった。両親の結婚が失敗し、
カルメンは自分を守ってくれる男性に憧れを抱いていた。20歳の時、彼女は姿を消した。宣伝棚上げ、ショーは欠席、4年間彼女の姿が消えた。その4年の間に、名もなき宝刀息子、ビル・マイルズと結婚し、カルメンが長年苦労して貯めた貯金をすっからかんにしてしまったのだ。彼女は中絶したが、最後に娘、ローラを産んだ。彼女は愛と結婚したと思っていたが、悪夢に過ぎなかった、離婚に至った。新しい人生を歩み始めたカルメンが、二人の結婚生活は彼女に大きな苦痛を与えた。3年前、シャネルニューメロ3区の代表だったカルメンは、美しい茶色の髪をしていました。離婚後、メイクアップショー、レブロンのポスターでカルメンの髪が白髪になった。多くの人は彼女が髪を染めていると思っていたが、実はこれが彼女の本当の髪の色だった。モデルカードの掲載によると、カルメンは身長177センチメートル、ウエストは 48.5 センチメートル弱で、髪はメタリックグレーである。4年の間にすでに子供を産んでいたカルメンは、一晩で髪の毛が白くなっただけでなく、体型も崩れてしまった。結婚に失敗した影から抜け出すために、彼女は多くの仕事をしなければならなかった。賞の出るため、髪の色の関係で頻繁に髪を染めます。この頃、カルメンはシングルマザーとして娘のために懸命に働いていた。安定した家庭、普通の妻、良い母親がカルメンの一番の望みだ。このようにして、彼女は2番目の夫である写真家のリチャード・ハイマンと出会い、2回目の結婚でカルメンは別の大胆な決断を下し、彼女は家族に全力を注ぎました。カルメンは安定した家庭を望んでいるだけに、その決断に夫は怯えるが、彼には別の思惑があるようだ。カルメンが引退した直後、夫はカルメンが以前ほど魅力的でなくなったというわけで離婚を選択した。結婚生活は11年続いたが、幸いなことに2番目の夫はすべて彼女の全財産を尽くしてしまうではなかった。離婚後、彼女は2013年に彼が亡くなるまで53年間彼と友達でした。2度の離婚を経ても、カルメンは多くの男性から愛されていた。カルメンが3番目の夫と出会ったのは2度目の結婚が終わって間もなくのことだった。夫は東海岸の裕福な建築家、リチャード・カプランである。しばらく一緒に生活した後、カルメンは彼が麻薬中毒者であることを知り、そして彼がカルメンの娘にも麻薬を勧めるようになった。それに耐えかねて3度目の離婚に踏み切ったのである。結婚生活は何度も失敗し、カルメンは完全に自分を失っていた。この間、彼女はよく年をとって美しさもなくなった自分の姿を夢で見た。その頃、カルメン47歳になって、かつてのような美しさを失っていた。更年期は女性なら誰でも年を取ることにパニックになる時期です。カルメンの場合は結婚に失敗し、まばゆいばかりのスーパーモデルから老人になった自分を見て苦しむことだ。この時、彼女はとても悔しい思いをした。しかし、不幸な運命に負けたくないカルメンがすぐに憂鬱から抜けた。1978年、ファッション業界への復帰を決意した彼女は、過去自分を雇ってくれたモデル事務所に近づき、復活への意欲を語っていたが、聞こえてきたのは暗い笑いと冷たい拒絶の声だけだった。当時、25歳以上のモデルはほとんどおらず、47歳のシニアモデルというのは前代未聞だった。断られたカルメンは自分で仕事を引き受けることにした。どんな撮影でも、カタログでさえの写真でも、彼女は喜んで引き受けてくれた。1979年、カルメンはキャリアの2回目の春を迎えました。カルメンは
あるパーティーでファッション写真の父と呼ばれる旧友のノーマン・パーキンソンに出会います。1959年、ノーマン・パーキンソンはカルメンのため雪のプリンセスをテーマに彼女を撮影した。20年経った今でもノーマンは鋭い眼光でカルメンにこう言った。僕には君は老けて見えないし、全然悪くも見えない。誰もいつか地面に倒れるだけど、そこにどうたどり着きたいかが問題だ。彼の言葉はカルメンを鼓舞し続け、歴史を変えたいという思いを抱かせた。ノーマンの協力を得て、再び別の撮影を撮り、カルメンをファッション業界に復帰させた。この写真のカルメンは、わざと白髪染めをやめ、後頭部の高い位置でまとめた。ノーマンのショットでは、カルメンはまだ輝いていて、若いモデルにはない、時とともに洗練されることで生まれる魅力を際立たせています。若い頃と比べると、カルメンの目力は少し強くなり、落ち着いた雰囲気になっています。彼女の写真はファッション界に衝撃を与え、その独特のエレガンスに驚かされた。カルメンを拒絶し、彼女を馬鹿にしたモデル事務所が再び彼女のエージェントになることを打診してきた。こうしてカルメンは再びファッション界の頂点に立ったのです。カルメンの魅力は半世紀を超えたこの女性には年齢の割に老化の気配がない。仕事での成功ですが、彼女も更年期の不快感を経験した。実際、カルメン自身もこの20年でファッションの世界が大きく変化したことを理解しています。モデルはもはやファッションブランドや写真家の独占物ではなく、有名な芸能人と競争しなければならないのです。前世紀から渡ってきたカルメンにとって、これは挑戦であることは間違いない。彼女は舞台芸術の訓練やモデル以外の世界に触れたことがないため、淘汰される可能性が非常に高いのです。驚いたことに、カルメンはこの最も困難な時期に、誰にも愚痴をこぼさず、落ち込んだ様子も見せず、いつも笑顔でいた。レタッチなどなかった時代から、彼女の優れたプロ意識で、彼女はファッション界でユニークです。カルメンは、その後、本や映画を出版し、芸術の分野でも多忙な日々を送った。カルメンの転身は、新しい状況となり、彼女と一緒に仕事をするために若いモデルを手放す、カメラマンも少なくなかった。この時、カルメンは、彼女の独特の魅力を取り戻しました。キャリアは順調だが、彼女の人生はいつも彼女に予想外の驚きをもたらします。1980年から1990年にかけて株への投資が失敗したカルメンは1940年から1980年にかけて撮影したモデルの写真がサザビーズを通じて売却せざるを得なくなった。1980年代末、彼女は再びアメリカのテレビ、映画、舞台劇のプロデューサーであり、テレビのトークショーの司会者でもあったデビッド・サスキンドと婚約したが、意外なことに彼は結婚前に死んだ。1993年に彼女の隣人は彼女をノーマン・J・レビに紹介しました。この人はたまたまアメリカの相場師、投資顧問、金融業者、そして大規模なポンジスキーム、バーナード・L・マドフの仲良し小良しだった。カルメンとレビは、それから数年間に交際していた。ノーマン・J・レビとバーナード・L・マドフは仲良しなので、ヨットに乗って一緒に旅行することが多いです。2005年に93歳のレビが亡くなった後、彼は約2億4400万ドルの遺産を残し、遺産の執行者はバーナード・L・マドフでした。結局、カルメンは自分のわずかなお金とボーイフレンドから受け取った大金を再びバーナード・L・マドフに渡してしまったのです。2008年12月、友人から自分は米史上最大の金融詐欺の被害者中の一人になったと知らされた。
77歳になったカルメンは、またしても何も残さなかった。しかし、彼女はどんな人生にも楽観的でポジティブに立ち向かっているようです。一生懸命に働くことが若さを保つ秘訣だそうです。女性にとって最も怖いのは老いることであり、若さを保つことは永遠の課題である。カルメンはスキンケアのコツを知っています。彼女は日焼け対策をしっかりすればするほど肌の老化は遅くなると考えており、十分な保湿も欠かせません。美肌だけでなく、着こなしも大切なレッスンです。シンプルでエレガントなスタイルは、時の試練に耐えることができます。身だしなみは、すべての人の最初の名詞となる。83歳にして、可愛いボーイフレンドができ、とてもいい関係だという。91歳の今も、なお、現役のスーパーモデルの彼女は、常に質素な生活を送り、自分で服を作っていることを認めています。気性の荒い若いモデルと比較するなら、一流の状態で、また60年の経験を積んだカルメンと一緒に仕事するには、なおさら難しいと思われますかも。しかし、その逆で、彼女と仕事をしたことのある PR マネージャーは、インタビューで、カルメンから足の痛みや寝不足についての苦情は聞いたことがないと語っている。彼女の笑顔はいつも温かく明るく、清潔、謙虚、時間厳守というプロ意識で若いモデルを凌駕しています。男性に絶望しているかという質問に対して、ずっと彼氏がいるんです。どんなことを放棄しても愛を諦めることはできないと笑顔で答えてくれた。なんて明朗闊達な方ですね。私たちはスーパーモデルのカルメンのように奔放に生きることはできないかもしれませんが、それでも挫折に負けない精神や歳月を恐れない冷静さは見習うべきでしょう。毎日ポジティブに過ごしていきましょう。最後までご覧をいただき誠にありがとうございました。また次の動画で会いましょう。